わわ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 。お疲れ様です。最近思うことがあるんですよ。僕は去年からずっとパラモアのアイント・イット・ファンという曲を聴いています。今日はこの曲との出会いについてお話しします。ウキというアーティストが日本に来た時にニュースで取り上げられていて、それで気になって Spotify で彼の曲をいろいろ聴いていたんです。そして彼の新曲の中でこの曲を見つけました。その曲の中にはこんな歌詞があります。ママに泣きついちゃダメだよ。現実ではあなたは一人ぼっちなんだからね。このフレーズが強調されたピアノハウスを聴いた瞬間、僕はとても感傷的な気持ちになりました。僕自身これまで何度もステージに立ってきましたが、どれだけたくさんの協力者がいたとしても、実際にステージに立つ瞬間は結局一人なんです。だからこの歌詞を聞いた時、まさに自分の気持ちを代弁してくれたような気がして、とても心に刺さりましたね。それでウキがサンプリングした原曲が気になったので調べてみたら、パラモアというバンドの曲だったんです。ただ原曲の歌詞を最初に見た時に少し戸惑いました。というのもこの曲には Youという表現がたくさん出てくるのですが、これが自分自身に向けた曲なのか、それとも別れた恋人に向けた曲なのかで、曲の解釈が全く変わってくるんです。最初は別れた恋人を皮肉っている曲なのかなと思いました。でも制作背景を調べてみたら全然違ったんです。この曲はヘンリー・ウィリアムスというボーカリストがアルバム制作のためにロサンゼルスに移住して家族や友達と離れて暮らすようになった時に生まれた曲なんです。つまりこの You は彼女自身のことを指していたんです。彼女は生まれて初めて完全に一人きりになった経験についてとても不思議な気持ちだったと振り返っています。一人で暴れ出したくなるような衝動に駆られたりもしたけれど、その孤独な時間があったからこそ自分一人の力でいろいろなことができているんだと気づけたと言っています。それに彼女はこうも言っています。自分の人生に文句を言っても仕方がないし、そもそも不満を言うような人生じゃない。むしろかなり恵まれた人生を送っているのだから、少しくらいうまくいかないことがあるからと言って大騒ぎして、この貴重な機会を無駄にするのはもったいないって。最初はウキの新曲で、いい歌詞だなぁと思っていたのが、サンプリング元の原曲を調べたら、もっと解像度の高い深い話だったんです。これだから音楽制作の背景を聞くのはやめられねえんだ。というわけで今日はそんな感じです。以上です。